はいどうも、いつきんです。本日なんですが、ゲーム内の神秘召喚からですね、次のピックアップが見れるということで、データの方が来ておりましたので、今日はそちらをですね、見て、光回論の性能を見ていきたいと思うんですが、説明する前にですね、こちらのデータに関してはまだ正式なものではないので、実際に更新される時まではですね、確定ではないのでご注意ください。で、本データの、性能発表が5月の10日になっているので、正式な、ね、データが来たらまた、再評価をしていきたいと思うんですが、現状の光回論の性能がですね、結構ひどいというか、多くの人がね多分見た瞬間にちょっと、どうなんだという風な、感想を抱くと思うので、それも合わせて見ていきたいと思います。はい、それではですねこちらからですね見れます。次の神秘召喚のラインナップということで、5月の11日の12時から、来ると。で、前日の10日に、おそらくね、動画の方が上がるので、そちらで、本データは来ると思います。光属性のアサシン天活級ということで、スキルもね、このように見れるようになっております。で、ステータスも、職業とね、この星座からだいたい、どの英雄と同じかっていうのも確認はできるようになっています。はい。で、この光回論は誰と同じかというと、闇チャールズとか、あと木のセリンとか、あと氷せずとか、キレタとかと同じステータスになると思われます。スピードが113で、HP がアサシンにしては高いタイプですね。防御力はもちろんないんですが HP がアサシンの中ではちょっと高いかなっていう感じのステータスになっています。もちろんこのね、星座とか職業っていうのももしかしたら本データ更新の時に変わる可能性もあるのでわからないんですが、ちょっと個人的にアサシンの性能じゃないなっていうスキルだったので、正直このまま来られると困惑するっていう感じなんですが、スキルの方もですね見ていきたいと思います。はい、それでは回路のスキル見ていくんですが、まずスキル2からですね、パッシブスキルでバトル開始時とターン終了時に反撃を1ターンの間付与。敵のターン終了時に対象が強化状態の場合投資を10獲得し、最大の場合全て消費してアクションゲージを 50% ですかねアップさせて狂気を2ターンの間付与するとなっています。というわけで、反撃を常に付与するタイプの、英雄になるんですが、火の回論も反撃で使っている人が多いですね。これは異物と反撃セットによって不死を維持しつつ反撃するっていうタイプなんですが、この光回論も似たような運用というか反撃運用が想定されていると。ただ火の回路に関しては、効果抵抗を上げて不死を剥がされないようにしつつ反撃していくっていうタイプに対して回路は不死がないので、ゴリ押しされれば普通に死んでしまうと。でアサシンなので防御力も低いですし HP も高いとはいえ英雄の中で硬いナイトとかウォーリアーに比べれば非常に低いので、いくら HP を持ってもたかが知れていたりとか、あとは効果抵抗を盛るにしてもその分耐久力が下がってしまったり火力が下がってしまうので、どっちつかずの器用貧乏みたいな感じになってしまうので、この時点で非常に弱いという、性能かと思います。そして、スキル1は、敵を単体攻撃、対象の現在の生命力が低いほどダメージがアップ。で反撃時は、先行の一撃、敵全体攻撃で自身にシールドを付与という効果に変わります。なのでスキル2のパッシブと合わせて、反撃時に全体攻撃と、自分にシールドでちょっと耐久力を増すというような感じになります。そして、最後スキル3ですね。敵全体を攻撃し命中時追加で2000の固定ダメージを与える。自身が狂気状態の場合固定ダメージが1万にアップ。このスキルがスキルターン上使用可能な場合はクリティカル攻撃を受けた時受けるダメージが 30% ダウンするとなっています。はい、このスキル3なんですけれども、書いてることというか、固定ダメージ1万を、命中した相手に全体に与えるっていうのは非常に強いですが、条件として狂気状態の場合という指定があります。で、狂気状態はさっき見ましたスキルに
のところに書いてある敵のターンが終了するときに対象が強化状態の場合闘志を10獲得するっていうことなので、バフをつけた敵が10回行動を終了させたら初めて闘志が100になるので、ようやく発動するということでですね。で、この闘志型の英雄にしては珍しくて、このスキル1にもスキル3にもですね、闘志獲得がついてないので、実質的にこの闘志を獲得する手段というのが、もう相手が行動を終えた時だけになります。なので、めちゃくちゃ時間がかかるのと、まあ敵がそんなに動いてこのカイロンは果たして無事に生きているのかっていうところですね。まあ光属性なので、アロエルと組まして、まあ、ひたすら耐久して反撃してっていう感じが想定されてるのかなとは思うんですが、まあちょっとステータス的にやっぱり厳しいのがあるかなっていうので、例えばこの狂気のバフが違うバフで自分の抵抗率を上げるとかだったらステータスも節約しつつ、結構いいビルドが組めるんじゃないかなと思うんですが、この狂気っていうバフもめちゃくちゃ弱いんで、まあ、あくまでこのスキル3を使うための条件バフでしかないっていう感じなので、やっぱり底上げできるスキルがないっていうのがステータスが非常に低くなってしまうので器用貧乏になるというところで、もうこれ現状見ただけでもう絶対に弱いっていうのはね断言できるかなと思います。まあ、今まで、コラボのエドから始まって、闇レイとか、あと、この間もね、バフがかかったりして、ここ最近ちょっと実装後のバフがね、続いているので、まあ、このままいけば、このカイロンもおそらく実装後にバフがかかるんじゃないかなっていう程度の、強さかなっていうところで、まあ、これがねダミーデータだったらいいんですけど、まあ、残り5日で、本性能が発表されるので、その時にどう変わっているかなんですが、まあ、現状ではめっちゃ弱いかなと個人的には思っています。今までねさっき挙げた、実装後にバフされた英雄っていうのも、もう見た段階でちょっと物足りないなっていうところがあったりとか、光ライカもねちょっとスキル2が、もう少し使いやすくてもいいんじゃないかっていうように言ってたらやっぱりバフが来たんで、まあ感覚的には自分を信じてはいるんですが、このカイロンも正直弱い。まあこの闘志をもう少し溜まりやすくするとか、あとはまあ狂気のつく条件ですかね。現状このね闘志がマックスまでたまらないとつかないので、まあ、1回反撃したらつくとか、もう少し緩和しないと、めちゃくちゃこれ月影としては弱いんで、もう制約英雄にすら余裕で負けてるぐらいだと思いますし、まあ、抵抗ね最近はいくら上げてももう余裕で根力無視でね反撃剥がされちゃったりするので、まあ、対してその反撃っていうのも強くないですし、まあ、光属性なので苦手属性がないっていうことでミスヒットを狙うのもなかなか難しいので、ちょっとこれはどうにか改善が必要な性能なんですけど、まあ、ダミーでねわざと出しているっていう可能性もあるんで、なんとも今の時点では言えないんですが、まあ、このデータだけを見ると弱いかなと。まあ、正直引くのは、まあ、でもバフが来るとしたら、バフが来てから引いてもいいかなぐらいの英雄になっていると思います。はい、というわけで、まあ、先んじてね、データが入ってきていた、光回論なんですが、まあ間違いなくね、バフがかかりそうな、もう多分ほとんどの人がこれ見た瞬間にこれ絶対バフかかるやんって思ったと思うんですけど、まあその辺のね感想もあればコメントで書いていただければと思います。はい、というわけで、まあ、実際にね10日に、データというか動画が来るので、それを見てからね、またちょっと解説できたらなとは思っておりますので、そちらもぜひご覧ください。というわけで今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。